試合後に翔平に会いに行ったんだよ。あいつの言葉がきつく刺さったんだ。皆さんこんにちは。本日の MLB ニュースをお伝えします。現地8月23日、ドジャースは本拠地でパイレーツと対戦し、4対0で快勝しました。これでドジャースは破竹の6連勝。今季80勝の大台に到達しています。パイレーツを相手に同一カード3連戦を制し、2カード連続となるスイープ勝利を収めました。先発のスネルは6回を投げて2安打無失点、最速およそ157キロの直球を武器にパイレーツ打線を圧倒しました。球審の判定に苛立ちを見せる場面もありましたが、要所を占める粘りの投球で復帰後2勝目を挙げています。6回を終えてベンチに戻ると、ロバーツ監督と熱い抱擁を交わす姿も印象的でした。一方、1番指名打者で出場した大谷選手は3打数無安打と2試合連続でヒットが出ませんでした。しかし初回、11球粘った末に死球で出塁すると、すかさず今季9個目となる盗塁を成功させます。その後、味方の内野ゴロの間に先制のホームを踏み、足でチームの勝利に貢献しました。この日は投球練習も行い、投手復帰へ着々と準備を進めています。連続出塁は11試合に伸び、1番打者としての役割をしっかりと果たしました。また試合後には、パイレーツのドンケリー監督が大谷選手の元を訪れ、言葉を交わす姿も見られました。勢いに乗るドジャースは移動日を挟み、25日から敵地でブレーブスとの3連戦に臨みます。試合後、4対0でドジャースにスイープを許したパイレーツのロッカールーム。報道陣が待つ取材エリアに、ドンケリー監督が静かに姿を現し、取材に応じてくれました。まず一言。今日の試合は大谷選手が打たなかったですが、勝てなくて残念でしたね。いや、待ってくれ。打たなかったから勝てるなんて、そんな甘い話じゃないんだよ。正直言って、あのチームは異常だよ。異常ですが、それはまた随分強い言葉ですね。ああ、異常だ。今日はまずスネルの投球に、うちの打線が手も足も出なかった。角度のある直球にカーブ。あんなものを6回も見せられたら、うちの若い連中は的を絞れやしないよ。確かにスネルは6回無失点、圧巻の内容でした。だろう。正直に言うが、スネルの直球にはうちの主力ですら差し込まれていた。復帰してすぐの投手が、あの精度でカーブとチェンジアップを操るんだ。あんなの反則みたいなものだよ。俺が打者なら、あの直球を頭に置いた瞬間、もう変化球には絶対に対応できない。そう断言できる。復帰後とは思えない完成度でしたね。その上でだ。うちは初回から翔平との勝負を避け気味に行った。11球粘られて死球は出したが、まあ塁に出しても打たれたわけじゃない。そう思って正直ちょっと安心してたんだ。出塁は許しても、長打はないと。そう思うだろう、普通。ところがだ、次の打者の初球で、あっさり盗塁を決められた。気づいたら三塁まで来ていて、内野ゴロの間にホームを踏まれて先制点だよ。打たせてもいないのに点を取られたわけですね。そこなんだよ、俺が言いたいのは。あいつがホームランを打つ日は、釣られてチーム全体の打撃が爆発する。じゃあ打たない日は死んでるのかっていうと、まるで逆なんだ。逆と言いますと、打たない日ほど、あいつはベンチでずっと笑顔を振りまいてるんだよ。仲間一人一人に声をかけてチーム全員を鼓舞してる。そうやってあいつが空気を作ると、今日みたいに投手が相手を抑えて打者があいつを援護する。見てて思ったんですが、まさに中心にいる。その通りだ。あのチームはな、どんな時も翔平を中心に回ってるんだよ。打っても打たなくても、勝ち筋が全部あいつを経由して生まれてくる。なるほど。数字に出ない部分での存在感ということですね。あの4回のトーマスの一打も、まさにそれさ。昇格してまだ2戦目の若造が2試合続けてタイムリーを打つんだぞ。普通は緊張で足が震えるはずだ。だがあの球場では翔平が作った空気の中で若手まで伸び伸びと勝負できてしまう。正直俺はあの一本を見て選手を育てる環境そのものに嫉妬したよ。下位打線の一打が流れを決定づけましたね。それだけじゃ終わらないのが、また恐ろしいところでな。あいつそろそろ投手に復帰するんだろう。正直それを考えると笑っちゃうよ。俺たちは一体どうやって勝てばいいんだって。投打が完全に揃った状態を想像すると、確かに。想像するだけで背筋が寒くなる。しかもだ。俺はこんな話を聞いたことがある。あいつ、打撃練習を一度もしないって言うんだ。打撃練習をしない。それはさすがに信じがたいですね。俺も最初は冗談だと思ったさ。だがな、打撃練習をしない人間が30本もホームランを打って、OPS はリーグでトップだ。これを野球の神様以外に一体何と言えばいいんだよ。確かに常識では説明がつきません。フリーマンにしてもそうだ。今日も涼しい顔でセンター前へ運んで、翔平を三塁まで進めた。あの状況判断の速さは長年の一流の証だよ。ああいうベテランが翔平をしっかり支えているから、あのチームには一切の隙がない。経験と若さが見事に噛み合っていましたね。俺は長いことこの世界にいる。選手としても、監督としてもいろんなチームを見てきたつもりだ。だがあんなチーム、あんな選手は、メジャーリーグで一度も見たことがない。それほどまでに、と。ああ、はっきり言うよ。明らかに異常だ、としか言えない。だからな、
俺はどうしてもその秘密が知りたくなったんだ。それで今日は試合が終わった後、自分から翔平のところへ足を運んだ。負けた直後の監督が自ら相手選手の元へ。それはなかなかできることじゃないですよ。プライドなんて言ってる場合じゃなかったんだよ。俺はあいつにこう聞いたんだ。なあ、どうしてお前はそんなに野球が上手いんだってな。そうしたら翔平のやつ、こっちの目をまっすぐ見て熱く語りかけてきたんだよ。大谷選手はなんと。あいつはこう言ったんだ。監督、僕は特別なことは何一つしていません。ただ野球が好きで、この競技に恩返しがしたいだけなんです。と、負けた日も勝った日も、グラウンドに立てること自体が奇跡なんだと。あいつは本気でそう思ってるんだ。負けた相手の監督にその言葉を。それだけじゃない。あいつは最後に監督が今日ここまで戦ってくれたから、僕らも全力を出せました。感謝しています。って頭を下げたんだよ。俺はな、その一言で、胸の奥の何かがぐっと熱くなった。勝者が敗者に感謝を。その光景は想像するだけで胸に迫るものがあります。正直、今日はスイープ負けだ。監督としてのプライドなんて、もうズタズタさ。でもな、その相手が翔平だったからこそ、俺は大切なことに気づかせてもらえたんだ。大切なことと言いますと。勝ち負けの向こう側に、この競技への敬意ってものがあるってことだよ。俺はいつの間にか勝つことばかりに目を奪われて、それを忘れかけていた。負けて逆に良かった。なんて口が裂けても言いたくなかったが、今日ばかりは本心からそう思えるんだ。この時、監督の目にはうっすらと涙が浮かび始めていました。野球の神様と同じフィールドで戦えたんだ。監督として、いや一人の野球人として、俺は本当に幸せだよ。翔平、ありがとうな。いつかまた、必ずお前たちに挑ませてくれ。最後は声を震わせながら、それでもまっすぐ前を見て、ドンケリー監督はそう語ってくれました。敗れてなお、これほど温かい表情を見せた指揮官を、私は他に知りません。大谷という選手が球場に残していくのは、勝敗だけではないのだと、改めて感じさせられた夜でした。続いて、6回無失点の好投で復帰後2勝目を挙げたスネルが、ドジャースのロッカールームで取材に応じてくれました。まずは今日のピッチング、6回2安打無失点。本当に素晴らしい内容でしたね。ありがとう。正直言って、今日は序盤から体もよく動いていたし、直球にしっかり角度が出ていた感覚があったんだ。復帰してまだそんなに経ってないけど、今日は自分でも納得のいく投球ができたよ。最速はおよそ157キロ、圧巻の直球でした。そこは自信を持っていい部分だと思う。今日はカーブとチェンジアップの落差も自分のイメージ通りに出せていた。直球で押して変化球で引っ掛けさせる。その理想の形が何度か作れたんだ。緩急の使い方も見事でした。ただ、正直に言うと、完璧だったとは全然思っていない。四死球も出したし、球審の判定でちょっと熱くなった場面もあった。ああいう荒れそうな瞬間をどう抑えるか。まだまだ修正するところは山ほどあるよ。それでも要所はきっちり締めていました。そうだな。そこは正直、経験で何とかした感じだ。走者を背負っても、一番大事なところで腕を振り切る。その度胸だけは長年かけて身につけてきた。若い頃の自分だったら、あの場面できっと崩れていたと思うよ。ベテランならではの落ち着きでしたね。でもな、俺が今日あそこまで落ち着いて投げられた理由は正直はっきりしてるんだ。翔平が初回にあの先制点を取ってくれたからだよ。初回のあの1点ですか。ああ、あれが全てだった。見てて思ったんだけど、あいつは死球で歩いた後、次の打者の初球であっさり盗塁を決めたんだ。気づいたら三塁にいて、内野ゴロの間にホームを踏んでた。点になってたんだよ。ヒットが1本も絡まず、ですからね。そこなんだよ。信じられないのは。マウンドの上からあれを見て、正直気持ちがすっと楽になったんだ。1点でも先にもらえると、投手ってのは本当に楽に腕が触れるようになる。その1点で投球が変わったと。間違いなく変わったよ。0対0で投げるのと、1点もらって投げるのとじゃ、心の余裕がまるで違うんだ。あの先制点があったから、俺は自分のボールを思い切り投げ込むことができた。俺なら、あの初回の走塁を見た瞬間、正直、今日は負ける気がしないって思ったくらいだよ。打てなかった日でも、それだけの仕事をしてしまう。そこがあいつの異常なところなんだよ。今日、翔平はヒットが出なかった、いわゆるノーヒットの日だ。それなのに、チームの先制点はあいつの足から生まれてる。意味がわからないだろう。確かに、打たなくても点を作ってしまう。俺はチームメイトとして毎日あいつを間近で見てるけどな。正直、未だになれないよ。投手としても一流。これは俺が同じ投手だから誰よりもわかる。その上で打者としても一流。そして今日みたいに走塁まで一流ときた。投げて、打って、走って、その全てがトップレベル。そんな人間、この地球上にあいつ以外いるか。俺なら絶対に無理だ。投げるだけで手一杯なのに、あんな盗塁まで決められるかっていう話だよ。正直、同じ野球選手として尊敬を通り越して笑っちゃうくらいなんだ。同じ一流だからこそ、その凄さがわかる。と。そうなんだよ。投手の大変さも打者の大変さも、俺は両方それなりに知ってるつもりだ。だからこそ、
あの二つを最高レベルで両立して、そこに走塁まで乗せてくる異常さが痛いほどわかるんだ。一つのことを極めるだけでも、選手ってのは人生を丸ごと捧げるんだぞ。それを三つ同時にやってのけて、しかも全部リーグの頂点なんて、もう言葉が見つからないよ。想像を絶するレベルだと。ああ、あいつを見てると、野球って競技の限界が塗り替えられていく感じがするんだ。俺たちがずっと常識だと思ってきたものを、翔平は毎日平気で超えていく。同じ時代に同じユニフォームを着て投げられること自体が、俺にとっては誇りなんだよ。チームにとってどんな存在ですか？一言で言えば心臓みたいなものさ。あいつが塁に出て、ああやって足でかき回すと、ベンチ全体の空気がガラッと変わるんだ。今日だってあの一点で俺だけじゃなく、チーム全員が息を吹き返した感覚があった。先制点がナイン全体を勢いづけた。その通りだ。しかもあいつは、打てない日でもベンチで一番声を出して仲間を盛り上げてるんだよ。自分が主役になれない日こそ全力で仲間を輝かせる。あんな人間、なかなかいないぞ。チームの精神的な支柱でもあるわけですね。間違いないよ。だからこそ、俺は今日、絶対に無失点で返したかったんだ。あいつがあれだけの仕事をしてくれたんだ。投手として答えないわけにはいかないだろう。その思いが6回無失点につながったわけですね。ああ、正直、今日の勝ち星の半分は翔平のものだと思ってる。いや、半分どころかそれ以上かもしれないな。あの初回がなければ、今日の俺はこんなに気持ちよく投げられていなかったはずだ。最後に大谷選手へ一言お願いします。俺は最高の仲間と最高のチームで野球ができて、本当に幸せだよ、翔平。あの一点、本当にありがとうな。お前のおかげで今日の俺があるんだ。次も必ず俺が後ろを守り抜く。だからお前は思い切り、あのグラウンドで暴れてくれ。誇らしげに、それでいて仲間への感謝を忘れず、スネルはそう語ってくれました。一流の投手が、一流の二刀流に心からの敬意を寄せる、そんな温かい夜となりました。勝利の裏側にあったのは、互いを高め合う仲間への深い信頼だったのかもしれません。続いて4番として先制点の場面にも絡んだフリーマンが、ドジャースのロッカールームで取材に応じてくれました。まずは6連勝、そして2カード連続のスイープ。チームの勢いが止まりませんね。ああ、最高の形だよ。正直言って、今のうちのチームは全員が自分の役割を分かって動けている。こういう時期のチームってのは本当に野球をやってて楽しいんだ。その中で今日も初回にセンター前ヒットがありました。あれはな、正直、俺の手柄じゃないんだ。翔平が塁に出てあそこまでかき回してくれたからこそ、俺は楽な気持ちで打席に立てた。一塁に翔平がいるってだけで、相手投手の意識が完全にあいつに向くんだよ。なるほど。走者の存在が打者を助ける、と。その通りさ。見てて思ったんだけど、翔平が初球で2投を決めた瞬間、相手投手の表情が変わったんだ。もう俺との勝負どころじゃない。翔平をどうにかしなきゃって顔になってた。だから俺は、真ん中に来た甘い球をただ弾き返すだけでよかったんだよ。そのヒットで大谷選手が三塁へ進みました。そうだ。そこからベッツの内野ゴロで翔平が帰ってきた。ヒット1本であんなに簡単に点が入るチームは正直そうそうないよ。全部の起点があいつの四球と盗塁だったんだ。フリーマン選手は去年も一昨年も大谷選手と共に世界一を経験されています。ああ。あの2年間は俺の野球人生でも特別なものだよ。長いことこの世界でやってきたけど、あんなに強いチームで戦えたのは本当に幸せなことだった。そして、その中心にはいつも翔平がいたんだ。連覇の中心にやはり大谷選手が。間違いないよ。俺もこれまでたくさんの一流選手と同じフィールドに立ってきた。いろんなスターを見てきたし、俺自身もそれなりの自負を持ってやってきたつもりだ。でもな、翔平みたいな選手は後にも先にもあいつ一人だけだ。ベテランの目から見ても別格だと。別格なんて言葉じゃ足りないくらいさ。投げて超一流、打って超一流。その上今日みたいに走塁まで勝負を決める。正直、俺なら一つ極めるだけで精一杯だよ。それを三つ同時なんて人間業じゃない。同じチームで毎日見ていても驚かされる。毎日だよ。毎日驚かされてる。もう何年も一緒にやってるのに未だに、今のなんだって思う瞬間があるんだ。野球を長くやればやるほどあいつの異常さが分かってくる。そういう選手なんだよ。技術面以外で印象に残っていることはありますか？人柄だな。間違いなく。あれだけの実績があって、あれだけ稼いでいて、それでもあいつは一切選ぶらないんだ。若手にも裏方のスタッフにもいつも同じ笑顔で同じように敬意を持って接する。スターらしからぬ謙虚さがあると。そうなんだよ。打てない日だってあいつはベンチで一番声を出して仲間を盛り上げてる。自分が主役になれない日こそ全力でチームのために動く。あれは本当に見習わなきゃいけない。正直あの姿勢があるからうちのチームはこんなに一つにまとまってるんだと思う。若い選手にとっても大きな存在ですね。大きいなんてもんじゃないよ。うちの若手はな、翔平の練習への向き合い方を毎日食い入るように見てるんだ。あれだけの選手が誰よりも早く来て、誰よりも準備をする。その姿を見たら、若い連中も手を抜けるわけがないだろう。背中で引っ張るタイプだと。まさにそれだ。
言葉で偉そうに教えるんじゃなくて、あいつは自分の行動で全部を示すんだよ。俺もベテランとして若い選手に何かを伝える立場だけどな。翔平からは未だに学ぶことばかりだ。そろそろ投手復帰も近いと言われています。ああ、それを考えると正直ワクワクが止まらないよ。去年、一昨年と、俺はあいつが投打で完全に揃った時の恐ろしさをすぐ隣で見てきた。あの状態の翔平がいるチームは本当に手がつけられないんだ。連覇を知る選手だからこそ、その凄みがわかる。そうなんだよ。世界一を2回勝ち取った。その両方の景色の真ん中に、いつも翔平がいた。だから俺は断言できるんだ。あいつがいる限り、うちはまた頂点に立てるって。今季もその頂点を目指す戦いが続きます。ああ、まだ道のりは長いけどな。でもこうして毎日翔平と同じユニフォームを着て戦えること、それ自体が俺の宝物なんだ。何年経っても、この時間を一緒に過ごせたことを、俺はきっと誇りに思うだろう。最後に大谷選手へ一言お願いします。翔平、いつも本当にありがとうな。お前と一緒に野球ができて、俺は心の底から幸せだよ。さあ、今年ももう一度あの一番高い場所へ一緒に行こうじゃないか。穏やかな笑みを浮かべながら、それでいて熱い決意を込めて、フリーマンはそう語ってくれました。連覇を共に戦い抜いたベテランだからこそ届く、深い敬意と信頼のこもった言葉でした。偉大な選手が、また別の偉大な選手を心から称える。そんな豊かな時間が流れていました。続いて、6連勝で今季80勝に到達したドジャースのロバーツ監督が、取材エリアに姿を見せ、笑顔で取材に応じてくれました。まずは6連勝、そして2カード連続のスイープ。おめでとうございます。ありがとう。正直言って今のチームは本当にいい状態だよ。投手も打者も噛み合っていて、監督としてこんなに楽しい時期はないね。今日はスネル投手が6回無失点。見事な内容でした。ああ、彼は素晴らしかった。復帰してまだ間もないのに、あの精度で投げ切るんだから、さすがとしか言いようがない。6回を投げ終えてベンチに戻ってきた時、俺は思わず彼を強く抱きしめたよ。その抱擁の場面、印象的でした。あれは自然と体が動いたんだ。チームが苦しい時期を支えてくれた男がこうして結果で応えてくれる。監督としてあれ以上に嬉しい瞬間はなかなかないよ。そして初回、大谷選手の走塁から先制点が生まれました。そこなんだよ。今日の試合を語る上で一番大事なところは、翔平は今日、ヒットは出なかった。いわゆるノーヒットの日だ。それなのに、チームの先制点は完全にあいつが作ったものなんだ。四球から盗塁、そして生還と。そうだ、11球粘って4球を選んで初球でためらいなく盗塁を決めた。正直、ベンチで見ていて、俺は思わずうなったよ。打てない日に、ああやって別の形でチームに貢献できる選手が、一体どれだけいるんだ。打撃以外での存在感も大きいと。大きいなんてもんじゃないよ。俺は監督として、毎日一番近くであいつを見ている立場だ。その俺が言うんだから間違いない。翔平はチームのすべての中心にいるんだ。打っても打たなくても、と。その通りだ。あいつがホームランを打つ日は、釣られて打線全体が活気づく。そして打てない日は、今日みたいに足やベンチでの声でチームを引っ張ってくれるんだ。どんな日でもチームを勝たせる働きをする。そこがあいつの本当の凄みだよ。数字だけ見れば、今日は3打数無安打だ。でも、あの先制点がなければ、スネルもあそこまで楽に投げられなかったかもしれない。すべてが繋がっているわけですね。野球ってのは、そういうスポーツなんだ。そして翔平は、その見えないつながりを誰よりも理解して動ける選手なんだよ。監督として、あいつを起用できる幸せを、俺は毎日噛み締めている。人柄の面ではいかがですか？最高だよ。本当に。あれだけの選手なのに一切選ぶらないし、誰よりもチームのことを考えている。若手が困っていれば自分から声をかけるし、いつも笑顔を絶やさないんだ。チームの雰囲気にも影響していると。間違いなくそうだ。翔平がベンチにいるだけで空気が明るくなる。これは本当なんだ。勝っている時も、負けている時も、あいつの存在がチームを一つにしてくれている。そろそろ投手復帰も見えてきました。ああ。俺はそれを心から楽しみにしているよ。投打が完全に揃った翔平が、どれだけチームを強くするか、想像するだけでワクワクする。ただ、じらせるつもりはない。あいつのペースで、万全の状態で戻ってきてほしいんだ。慎重に、そして大切に、と。そうだ。あいつは球界の宝だからな。俺個人の宝でもあるし、このチームの宝でもあり、野球界全体の宝でもある。そういう選手を預からせてもらっていること自体が、監督として本当に光栄なことなんだよ。最後に大谷選手へ一言お願いします。翔平、今日も本当にありがとう。お前がいてくれるから、俺は毎日安心してこのチームを送り出せるんだ。これからも一緒にあの一番高い場所を目指して戦っていこう。穏やかな笑みの中にも確かな信頼をにじませて、ロバーツ監督はそう語ってくれました。選手を誰よりも近くで見つめてきた指揮官の言葉には、深い愛情と敬意がこもっていました。皆さんは選手たちの熱いメッセージについてどのように感じましたか？ぜひ感想のコメントをいただけると幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。